空が青いなはい、おはようございます。今日は6月11日木曜日でございます。はい、ということでね、今日朝からまたね、フッツラボの草刈りやってまいりました。はい、もうだいたいね、30分ぐらいで、毎回やってますんでね、終わっちゃいます。はい。で、まあ2週間に1回ね刈るようにしてるんですよ。はい。そうするとね非常に楽なんですよね、草刈りもね。はい。ですので2週間に1回やってるとですね、まあ経験値も上がってきますしね、そんなになんか気合い入れてやらなきゃとかね、そういうことでもないので、まあ段取りですよね。仕事っていうのは段取りが本当8割で、実際やるなんていうのは2割もないかもしれないですね。はい。ということで最近ですね、まあ昨日はちょっと徹夜明けでね、昨日一睡もしないで、もう夜の7時には寝ちゃいましたけども、はい。ずっとね頭の中にあるのが、どうやったら普通の経済を復活できるんだろうかっていうのがもう頭から離れないんですよ。はい。で、まあ簡単にっていうか、一般的に言うとなんか行政が悪いとかね、国が悪いとかね、人が悪いとかね言うんですけども、そんなことを言ってても話は始まらないわけでございますよ。はい。で、まあ前から言ってますけども、集団的意識が低いと、まあ何やってもダメだろうと、いう意識が低いのが根本原因なんですが、じゃあどうしたらそれをね復活できるんだろうかということで、なんか普通にね、巨大なサーモン養殖場とかね、できたらしいんですよ。でそれを見てるとですね、なんかああいう大きいね、まあ、国とか市とかが支援してるらしいですけども、できるとね普通の経済も良くなるのかなって、まあ一般的には思いますよね。はい。ただ、今の社会的構造を見ると多分全く富津市民には恩恵がないのかなと。まあ、例えばでかい工場を建てるのに、じゃあ富津の建築業界がどんだけ動いたのかなと、いうと、多分大手ゼネコンが東京からやってきて、業者も東京から、集めて、そして材料も、東京からっていうか、まあいろいろ、まあ、普段使っているね、業者と材料屋と全部使って、入れて、はい何十億かかりましたってやってんだと思うんですけども、で例えばそこに働く従業員さんが富津市民の人が、例えば、何千人もね働けるような状況かなっていうと、まあ多分そうでもないだろうし、またそこのサーモンが養殖できたからといって、富津に卸して富津の人が例えばさばいて加工して、そして富津の人が食べる、いうような、ものでもないんだろうなと。どっか外国行っちゃったり、どっか、日本の大手の人が大量に仕入れて、全く富津には恩恵がないんだろうななんて思っちゃったりなんかもしてます。はい。ということで、じゃあどうしたらいいんだろうなと、まあ今必死で考えておるわけでございます。はい。ということで、答えはなかなか見つかりませんが、とりあえず考え続けたいと思います。ということで今日もよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね今日もですね、レコード盤磨いていきたいと思います。はい、それではね、今日は草刈り機を修理していきたいと思います。
これね新しいんですよ、比較的。でもどうやらですね、リコイルが引けなくなっちゃったということで、原因はですね、燃料、なんていうんですかね、混合油のオイルが足りなかったがために焼き付き状態ということですので、分解してちょっと見ていこうと思います。はい、ということでね、リコイル外しましたけども、どうやらねここが回らないということでございます。はい、じゃあね、マフラー外しまして、シリンダーヘッドのとこね見たらですね、見てください、これやっぱ傷ついてますね。ということはやっぱりもう焼き付きですね、ヘッドの。ですのでちょっとね2サイクルオイルを入れます。とりあえず回りましたね。はい、そしたらね、組み立て終わりましたんで、今度ちゃんとオイル規定値の、燃料オイルね入れていきたいと思います。はい、そしたらねエンジンかけていきますが、ちょっとゆっくりねちゃんと回るように何回かはい、じゃあね試運転行ってみたいと思います。ということで、また1台草刈り機復活しました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、だんだん暑くなってまいりました。はい、そしてですね、私は今悩んでます。はい、悩んでるんですよ。どうしたら普通の経済が良くなるのかで悩んでおります。はい、で、ちょっといろいろ本読んだりね、いろいろ調べたりしてるんですけども、それと私の経験上ですね、まずはですね、誰でもできることを誰よりもやると、それが一番重要なんじゃないかなと思うわけでございます。要は誰でもできることってありますよね。それを誰よりもいっぱいやると、世界中の誰よりもいっぱいやるとですね、それが当然のことながら世界中の誰よりもできるようになると。できるようになったらですね、これまた不思議なもんでございましてですね、何でもできるようになっちゃうんでございますよ。はい、で何でもできるようになるんですが、当然ながら、できない時があるんですが、それも今まで誰よりもやってきたので、できるまで諦めないでやり続けることができるんですよ。はい、ということで皆さんね、誰でもできることを誰よりもやるということでね、ぜひ皆さんチャレンジしてください。お願いします。ということでね、富津を盛り上げる会、オンラインサロンね立ち上げましたんで、そこではね、そういう話もいっぱい交えながらですね、どうしたら富津の経済を上げていくことができるのかっていうことを日々考えております。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いしますということで、これから富津ラボ戻りまして、今日はね、昨日できなかった AI カメラで、撮った、写真をですね AI 診断にかけるというのをプログラム作っていきたいと思います。ということでドローンいたします。ドローンはい、ということでね、午後から、富津ラボの方に帰ってまいりました。いやー、気温がぐんぐん上昇してまいりまして、入道雲がですね、はい、見えるようになってまいりました。気温は
29.4 度。はい、ということでね、ハウス内はですね、60度近くまでいってます。はい、やっぱ晴れるとね急に暑くなりますが、曇ると寒いと、そういう状況でございますが、だんだんね、真夏になってまいりました。はい、そろそろね、海にね、もう毎年そうなんですけど、真夏になるとですね、もう海に浸かりたくてしょうがないっていう感じでね、もう3時4時ぐらいになるとですね、外でね作業してますんで、海に浸かりに行くと、本当浸かりに行くって感じなんですけどね、海に泳ぎに行くんじゃなくて浸かりに行くとですね、最高に気持ちいいんでございます。はい、ということで、今年もね浸かりに行きたいと思います。ということで今日はですね、農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドということで、AI カメラで、撮影がね、朝昼晩って毎日今撮れるように、プログラムいたしました。で、その、最新の、写真データをですね、AI に LINE で診断ってかけると、AI がですね今の作物の生育状況を判断してくれて、そして AI が、こうした方がいいよとか、窓を開けた方がいいよとか、気温下げた方がいいよとか、水あげた方がいいよとか、そういうね結果を返してくれるようなプログラムを作っていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、ということでね、フットラボの方の、パソコンの前に来まして、今日はねプログラムやっていきたいと思います。ということで、にゃにおいではい、はなちゃんでございます。にゃは言わない言わないですね。はい。はい、ということでね、LINE でじゃないや、写真をね、AI の方に送って、で、AI 診断をかけるというのが出来上がりましたんで、ちょっとお見せしたいと思います。で、LINE でね、返答が返ってくるんですけども、こちらから写真診断ってやると、本当はね帰ってくる予定だったんですけど、ちょっとね、時間の関係で、ちょっとプログラムがうまくいきませんで、ちょっとそこはちょっと修正しなきゃいけないんですが、途中まで、はい、出来上がったところまでお見せしたいと思います。はい、ということでね、こちらがね、AI 画像診断ということでプログラム作りまして、で、こちらがね LINE なんですけど、ここのボタン、画像診断開始っていうのをね、これを押しますと、今画像をね、写真を撮っております。で、ここで、写真取得で要求中で、今度ここで、ジェミニのね API 使って、今写真をジェミニに送りました。で、ここで、AI 診断結果ということで、しばらく時間を経ちますと、はい、このようにね、見えますかね、これね、結果が入ってきました。AI 画像診断結果、野菜はおおむね順調に育成し、灰色も健全で、何は見られません。病害虫の兆候も認められません。水やり設備に大きな異常はありません。中央の育苗トレーンに物発生が見られるため、対策を検討すると良いでしょうというね、結果まで得られるようになりました。ということでね、ちょっと続きはまた、夜やりたいと思います。ということで。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はですね、
AI カメラで、撮った写真をもとにですね、AI の方に投げかけまして、そして今の状態がどうかっていうね診断をしてもらうと、そういうプログラムを作りました。で本当はですね、LINE で写真診断って送るとそれが返ってくるようにしたかったんですけど、今ちょっとなんかそれをやり始めたら、無限ループでですね、プログラムが暴走し始めましてですね、何個も結果を送ってくるようになっちゃったんで、ちょっとそこまでちょっとストップで、とりあえず手動でこう押すとですね、1回返信が返ってくると、そこまでとりあえず完璧に仕上げました。でそこの、返信してもらった、LINE の、診断結果に本当はね写真も載せたかったんですよ。で写真も載せたかったんですけど、ちょっとそれはまたね、別の技を使わないと写真は送れないと、いうのが分かりましたんで、ちょっとまたそれもどうやってやったらいいかな、ダッシュボードに、見れるようにするか、ちょっと対策をね練らないといけないんですけど、そもそも写真いらないかなみたいなところもあるんですけど、いろいろ課題は残っております。ですが、一応写真をね、勝手に、定点写真、朝昼晩撮ったやつの最新の写真を、AI の方に投げて、結果を診断してくれると、そこまでプログラムができましたので、今後ちょっとアレンジしていきたいと思います。ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月はなちゃんがここにいるよ。にゃわスーパーに並ぶ魚、その裏側をどれだけ知っているだろう。命を得る自然と高む